具体的にやられてるのってそれを発見するためにどんなことなんですか？いろんなやり方があるんですけれども、一つはやっぱり自分に向き合う時間を作るっていうことですね。自分で自分はどうしたいのかって自分に問うだけでいいんですよ。で自分に嘘をつかない。問うって本当はいけない、このビルが出てきたらまずいことになるみたいなビルってあるじゃないですか。でありますよね。また周りに迷惑をかけてしまうとかね、いろんな煩悩満載のビルとかねいろんなやっぱしがらみの中でビルをやっぱりグッて押し込めてしまう人も多いと思うんですけど、やってほしいのは自分に問いを立てるっていうことと、出てくるビルを一旦全部認めてあげる。で私がやっているのは人がそれをできるような場をセットするだけですね。なんかちょっとなんていうんですかね、教祖様みたいな感じになりますけど、ウィル教って言われるくらいウィルウィル言ってるんですけども、別にそうではなくて、でもそうですね、でも本当にお手伝いされたりいつも会われているで行政からやっぱりこの人たちと一緒にじゃあウィル探しっていうのもあると思うんですけど、やっぱり聞いていてその会社の経営者とかも会社の要職についてる方も結構やっぱりもっと自分にピュアになった時に描く野望というかウィルを野望ってね、そうポジティブな野心があっていいと思うんですけど、だんだんなんかそれをなんか自分で限度を限界限度を設けると、それって別に会社経営者でも何でもなんかやっぱり正直に向き合う時間を取れてないのかなって、ちょっとなんか今自分に照らし合わせて思いましたね。やっぱりなんか本当にそれって多分1年に1回でもいいからもう本当無になって描いてみる、そうなんです。そしたらもうすごいことになるかもしれない。本当にやっぱりなんか火星に飛んでいきたいっていう風になるかもしれないしなる気がする。でもそこができないわけではないから、やっぱり本当に何をしたいのか、本当に飛んでいきたいのかなって今ちょっと思い始めちゃいましたけどっていうのはすごく大事ですよね。ウィルワークショップって名前にしてるんですけど、もともとは一人合宿って言っていて、一人で私もそう合宿行ったんですね。で誰か一緒にいるとやっぱり引きずられてしまうので、まずは一人で自分と向き合う時間を作っていただいて、でただそれを他者とシェアすることによって純子さん火星なら私は金星だわとかねそういうのいいですよね。当てがあるからまたそこからそんな純子さんがそんなこと言うんだったら私もそれを言うなら私もこうよっていうのが出てきやすくなる。あなたが言うんだったら私はもっとできるわとかねそうだから2パターンあって2ステップあって、1つはまず自分との対話で、セカンドステップはこうやって対話シェアをする。そのことによって自分の眠っているウィル、あとは健全な野心、アンビションですね。アンビションを引き出していく。でこれを例えば企業と連携してやる場合には、研修という形だったり、セミナーとかワークショップって形になるんですけれども、私がやってるのは実はそれだけで、その場を作る。あとはもう勝手に皆さんが触発され合って、ピアラーニングなんて最近ね言いますけど、私の何か言葉に触発されるじゃなくって、横の同じような仲間から触発されるケースが一番粘着性が高い。なんか講師から言われたことってすぐ忘れるじゃないですか。でも横の人から言われることっていうのはずっと心に残ったりするので、その横同士の学びが生まれる場をセットするみたいなことを、企業さんとやったりしています。自治体も実は特に地方に行くと女性で横のつながりがない方がすごく多いんですね。特に結婚をして子育てなんかしていると、もうママ友はいるけれどもちょっと違ったタイプの、それこそ多様性のあるネットワークってできづらい。なのでそのネットワークを作るために自治体さんと連携をして場を作る。でそこに
企業から女性を派遣いただいて、で企業を超えた学びの場を作るみたいなことを今いろんな町と一緒にやらせていただいています。それはもう本当にやっぱりさっきの豊岡さんの話じゃないけど、戻りが少なくて魅力的な町にするためにやっぱり女性をまずっていったところで、そこは男性でもいいわけですし、女性でもいいわけですし、もう老若男女国籍人種、星選ばずですよね。そうなんですよ。みんな一緒なんですけれども、女性の方がやっぱりその機会が少なかったと思ってるんですね。下駄を履かせる議論っていうのありましたけれども、下駄を履かせるんじゃなくて、やっぱりこれまで足りなかった機会を補填する、なんていうか評価だったりの下駄を履かせるわけではなくって、明らかに少なかった機会をこの差分を補填するのが私の役割だと思っていますし、それはもう社会としてやらなければいけないことなんじゃないかなっていう気がします。